電子レンジチンしたいと思います。だけど電子レンジチンして美味しい味わい、漬物みたいになる、食感もしっかりあって、玉ねぎの美味しさをすごい最大限に。冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル、このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなどをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、コンテナ冷凍レンチン簡単副菜レシピ4品を紹介します。今回は副菜のレシピを紹介したいと思います。で、コンテナっていうと、こういった保存容器に入れて電子レンジでチンすればすぐ食べられるというものなんですけども、個人的に野菜を使った副菜のレシピもすごくおすすめなんですね。家で料理を食事を作るって時に、メインは作るけどちょっと副菜を足す、プラス野菜足していきたいけどそれがめんどくさいって方も多いと思うんですね。ですのでこの副菜のコンテナ冷凍もすごくおすすめなので、今日はそのおすすめのレシピ4品を紹介したいと思います。ではまず1品目はですね、ピーマンのじゃこ和えを作りたいと思います。で、ピーマン、普通に切ってで中の種を取ります。で、中の種を取ってで洗って普段通り使うっていう感じですね。で、これを細切りにします。5ミリ幅ぐらいの細切りですね。これはジップロックのコンテナの、長方形の 480ml を今回サイズとして使います。で、副菜の、コンテナ冷凍としてはこのサイズが結構おすすめですね。で、このコンテナの中にですね、この細切りにしたピーマンを、そのまま入れちゃいます。で、ちょっと平らに、慣らしてください。加熱ムラがないようにっていうことで、一応この平らにしてあげるといいですね。こんな感じですね。今回これちりめんじゃこ 8g 入れます。めんつゆ大さじ1、2倍濃縮のものを入れます。で、さらに、同じ分量、水を、大さじ1入れます。ですのでストレートに戻した状態で大さじ2ということですね。倍率が違う、めんつゆの場合は、ストレートに戻して大さじ2入れていただければと思います。で、これでもう完成なんですね。結構副菜のコンテナ冷凍、簡単なものの方がいいかなと思いまして、野菜を切って調味料を入れてコンテナに入れても冷凍するだけという感じですね。で、蓋をするときはですね、このパチンという音がしっかりして四隅をですね、しっかり押さえて、この状態で冷凍します。で、続いて2品目はきゅうりの塩昆布和えですね。これ実を言うと以前に動画でも紹介してるんですけども、ちょっと改めて紹介をします。きゅうり2本分、だいたい約 200g ぐらいを使います。で、それを5ミリ幅ぐらいの輪切りにカットします。で、これをコンテナの中に入れます。で、ちょっと平らにならして、で、ここに塩昆布を 10g 入れます。ばらしてもらえればと思いますね。で、コンテナ冷凍する時の注意点として、実は油を入れてしまうと、電子レンジで加熱した時にそのコンテナ自体が溶けるっていう恐れがあるんですね。で、ただこのレシピに関しては、きゅうりから、しっかり水分が出てきて、加熱時間がそんなに長くないっていう点で、この方法はOK になっています。ですので、あまり油を大量に入れたり加熱時間長いっていう時には、油だけではなくてですね、水を足すとかですね、逆に油の量を減らすとか、そういう調整をした方がいいですね。で、このレシピに関してはこれで OK ですので大丈夫ですので、これで冷凍したいと思います。で、こちらピーマンですね。ピーマンのじゃこ和えで、これ電子レンジチンするんですけども、これぴったり湿った状態でチンするんじゃなくて、蓋を外して少しずらして、で、この蒸気が、逃げるように、チンしてもらうといいかなと思いますね。蓋したままだと爆発してしまう恐れがありますので、
ちょっとずらして、蒸気を逃がすけども、ある程度蒸気が溜まるように蓋をしておくというような感じですね。でコンテナ冷凍のを電子レンジチンするときはこういう感じでやってもらえればと思います。600ワットで3分チンします。とりあえずね、出来上がりました。でちょっと熱くなってるんで気をつけてもらって、でこの端っこを持つようにしてもらうといいかなと思いますね。で電子レンジチンし終わりました。中こんな感じですね。電子レンジ直後はですね、結構加熱ムラっていうのが起きてますので、ここでしっかりと混ぜて、この調味料も均一にした方がいいですね。これで一品完成です。で次はきゅうりですね。きゅうり、こちらも同じようにチンします。で600ワット3分チンします。ではきゅうりですね、こちらチンし終わりました。こんな感じです。でこれも同じくしっかりと混ぜます。ちょっと凍ってる部分がある可能性もあるんですけども、それでも全然大丈夫ですね。こうやってかき混ぜて、でも余熱でも火は通っていきますので、電子レンジチンした後すぐ混ぜるってことはないですね。はい、もうこれで完成です。とりあえずね、出来上がりましたので食べたいと思います。じゃあピーマンのじゃこ和えいきます。かなりですね、もうピーマンたっぷりなんで、もう野菜を食べてるっていう感じがしますよね。じゃあいただきます。ピーマンの食感がしますね。生のまま冷凍してるので、ピーマンそのものの食感がすごい残ってるんですね。だけど電子レンジチンして、食べることによってですね、結構甘みも出てすごい食べやすくなりますね。結構お子さんでも結構食べやすく食べてくれるんじゃないかなと思いますね。で続いてはですね、きゅうりの塩昆布和えですね。これ食べたいと思います。いただきます。きゅうりも結構食感が残ってますね。で冷凍することで、きゅうりの水分が出てはいくんですけども、結構この塩昆布和えにすることで漬物みたいになるんですね。そこがまた、美味しいかなと思いますね。これも一品追加したいって時にこれがすぐ食べれるといいかなと思いますね。パプリカマリーネを作りたいと思います。しっかりと凍った感じですね。混ぜるとこの冷たいマリネとして楽しめるという。でパプリカの食感もしっかりあって、